人は食べるものでできている。そして食べるものを選ぶとき、人は本性を晒す。美食の完成。プロローグ、星の値段。グルメサイトのフードスターの月間訪問者数は1200万人。創業者の黒川純はその数字を勲章のように語った。私は食の民主化を実現したと。かつては一部の美食家だけのものだった料理評価をスマートフォン一つで誰でも参加できるようにした。それは確かに革命だった。しかし、黒川の革命には裏側があった。プレミアム掲載プラン。月額30万円を支払えば、検索結果の上位に表示され、低評価レビューが自動的に非表示になる。さらに、ゴールドスター認定。100万円を支払えば、サイト独自の最高評価が付与される。黒川は、その事実をアルゴリズムの最適化と呼んでいた。そして黒川にはもう一つの顔があった。彼はかつてある料理人の弟子だった。師匠の名は中村宗介。今は廃業した名店宗の主人だ。黒川は師匠の料理哲学を学びながら、その裏でフードスターを立ち上げ、宗に星を与えなかった。金を払わない店には評価を与えない。それが黒川のルールだった。師匠の店は無評価のまま静かに閉じた。第一章、評価される側の椅子。今回の相手にはエリカ自身の土俵で向き合う必要があった。評価を生業とする男には、評価される側の椅子に座らせることが最も雄弁な制裁になる。エリカはそう考えていた。テーブルには何も置かれていなかった。今日は食事ではないのですか？と黒川は笑った。今日は黒川さんに評価していただく側に座っていただきたいのです。エリカが取り出したのは一枚の評価シートだった。レストランの採点表に似た様式で項目が並んでいる。しかし、その評価対象の欄にはこう書かれていた。フードスター、創業者、黒川純氏。黒川の笑みが固まった。これは何の冗談ですか？冗談ではありません。とエリカは答えた。あなたは長年他者を評価し続けてきた。今日は逆にあなた自身を評価する番です。エリカはゆっくりと読み上げ始めた。プレミアム掲載プランによる検索操作、ゴールドスター認定の金銭取引、そして師匠中村宗介氏の店を無評価のまま閉業に追い込んだこと。黒川の額に汗が浮かんだ。証拠は？すべて揃っています。第2章、揺れる星。しかしこの夜、予想外のことが起きた。黒川はうつむいたまま長い沈黙の後に口を開いた。師匠の店に星を与えなかったのは？エリカは黙って続きを待った。金の問題ではなかった。黒川の声がわずかに震えた。師匠の料理は本物だった。だから怖かったんだ。本物の前では私のサイトが偽物になる。100万円の星が子供のおもちゃになる。だから。黒川は顔を上げた。その目は乾いていなかった。私は本物を消すことで自分を守った。エリカは初めて想定外の言葉を聞いた。これまでのターゲットたちは罠にはまった後も言い訳をし逃げようとした。しかし黒川は違った。彼は泣いていた。50代の男がペントハウスの椅子の上で静かに泣いていた。エリカは長い間何も言わなかった。窓の外で東京の夜が静かに光っていた。中村さんは今何をされていますか？とエリカは聞いた。虚構の大分で小さな食堂をやっていると聞いた。もう有名店には戻らないと。エリカは評価シートを静かに折りたたんだ。黒川さん、一つお願いがあります。エピローグ、星より重いもの。
フードスターのプレミアム掲載プラン廃止とゴールドスター認定制度の終了がプレスリリースで発表されたのはその3週間後だった。黒川純は記者会見でこう述べた。評価とは金で買うものではない。私はその原点を忘れていた。そしてその翌日、大分のある食堂に一人の客が訪れた。黒川だった。久しぶりだな。中村宗介は言った。怒りでも驚きでもなく、ただ静かに。食わせてください。黒川は言った。師匠の料理を、もう一度だけ。中村は黙って厨房に入った。その夜、エリカのもとに短いメッセージが届いた。差出人は黒川だった。行ってきました。師匠の味は星なんかよりずっとうまかった。エリカはそのメッセージを3度読んだ。そしてエリカは声に出して笑った。本日は美食の完成第4話星を売る男をお聞きいただきありがとうございました。第1話から4話までエリカは4人のターゲットに制裁を下してきました。しかし今回の黒川だけは少し違いました。そして今回エリカは初めて笑いました。彼女は何のためにこの制裁を続けているのか。次回第5話招かれざる客、エリカ自身に招待状が届きます。気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。